おはようございます。昨日ね、一本ちょっと依頼を受けていた動画が完成して、今日ですね、ちょっとだけ時間ができたので、メモアプリですね、Apple の純正のメモアプリに今後のね、この壁の階層のアイディアとか順番をね、ちょっと打ち込んでおりました。で、これメモアプリに打ち込んでるっていうのが最近ね、僕はハマっていることなんですけれども、先日のね、ライブ配信でもお話したんですが、2週間ほど前ですかね、この本をね、読んだんですよ。ティアゴ・フォーテさんのセカンドブレインっていう本なんですが、時間に追われない知的生産術と書いてありますけど、これ簡単に言うとメモ術、デジタルメモ術の本なんですよね。で、今ね、この本に書かれているメソッド、方法にもう本当にね、ハマっておりまして、これいいなということで、先日のライブ配信でも紹介したんですが、さらにね、そこから数日間、このセカンドブレインに書かれているメソッドをね、実際にやっているんですが、ますますね、これいいなということを感じておりまして、で、改めてね、この Vlog の方でもちょっとね、紹介しようかなということで、今ね、これを撮っております。で、これはですね、デジタルメモ術なんですけれども、デジタル、アナログ関係なくね、もう何年ぐらいですかね、十数年になると思うんですけども、メモ術とか手帳術とかノート術とかっていった類ですね、もう散々やってきたんですよ。で、その中には、これ使えるなということで、長期間渡ってね、実行したものもありますし、逆にね、ちょっとやってみたけど、あまりにもね、こう複雑というか、全然できないなっていうようなものはあったんですよね。で、メモ術に関して言うと、これですよ。ロルバーンの、もう今廃盤になっているんですが、縦型のね、このメモ帳。これをですね、前職の時からずっと愛用しておりまして、割とね、紙のメモ一辺倒で、デジタルの方ですね、例えば iPad とか iPhone ですよね。こういったもののメモも使うんですけれども、それはもうあくまでもね、一時的なものっていう感じで、主にですね、紙のメモ帳を使っておりました。で、紙のメモ帳ね、何がいいかというと、とにかくね、アクセスが早いんですよね。これ常にね、胸のポケットに入れておいて、ペンをね、抜くじゃないですか。で、ゴムを外して、これでもう書き始めることができるんですよね。こういうアクセスの良さがすごく魅力なんですけれども、ただね、限界もあるんですよね。やはりね、物理的にこういう紙が存在するということで、例えば書いたメモ、じゃあどうするのかというと、アナログのね、ノート術、メモ術で言うと、大きなノートに貼り付けましょうとか書き写しましょうっていうことになるんですよね。で、あるいはデジタルとね、もうミックスして書いたメモを iPhone で撮影してデジタル化しましょうっていうのもあるわけなんですが、いずれにしてもですね、この紙だけだと、その書いたものの後処理もありますし、あとね、たくさん書いていって溜まっていってもですね、それをこの紙だけではね、閲覧することができないんですよね。蓄積していくのが結構苦手なのがアナログなんですよ。で、デジタルの良さって蓄積しても物理的に量が増えないですし、あとね、やり方によってはね、検索もかけられますし、さらにね、どんどん追加していったり、他のね、関連のメモとリンクを貼り合わせたりということもできるんですよね。で、実際のところ、このね、セカンドブレイン4までに、いろいろとね、このデジタルのメモ術も試してみました。で、それこそ、ほら、外部ストレージといいますか、ドロップボックスとか、エヴァーノートとか、ああいったものを使って、とにかく情報を全部掘り込みましょうと。メモをどんどん入れていきましょうっていうような方法がね、一時期流行ったことがあったんですけれども、僕もやりましたが、あれね、まず入れるのが面倒。当時ね、通信速度も遅かったっていうのもあるんですが、とにかく iPhone とかなんかで打ち込んで入れていくのが面倒ですし、あとね、入れたものを、インボックスっていう最初にもうとにかくここに入れましょうっていうフォルダがあるんですが、そこから仕分けしていくんですよね。それがやたら面倒なわけですよ。で、結局やらなくなってしまいました。で、じゃあなぜ今回ね、このまたデジタルメモ術に戻ってきたかというとですね、これがね、敷居が低いんですよ。めちゃめちゃ、なんていうかな、心理的に緩いというか、融通が利くというか、これならできるなっていうこと。それと、あとね、この本読んでる時にピンともうすぐ来たんですが、この方法、著者のティアゴ・フォーテさんは、それこそね、Windows であろうが、エヴァノートであろうが、いろんなアプリ、Google Keep かな、そういったものも、どんなものでもできますよっていうふうに推薦されているんですけれども、僕は読んでいてピンときたのは、Apple 純正メモにぴったりだって思ったんですよね。で、なおかつ、同時にですね、これ iPad でやるのにめちゃめちゃいいメソッドだなっていうふうに感じたわけですよ。
で、こういったメモ術にとってすごくね、大切なところがいくつかポイントがあるんですけれども、一つはアクセスの良さですよね。常に思いついた瞬間にメモできること。で、これはですね、紙のアナログのメモでも十分できますよね。このメモを持ち歩いてさえいればできるわけなんですけれども、例えば僕の場合だと iPhone はもう 100% 出かける時に持っております。それこそね、犬の散歩でも持ってるわけなんですよ。で、思いついた時に iPhone でメモ打てるじゃないですか。あとね、僕は iPad mini を愛用しておりますけれども、iPad mini の場合は、そうですね、出かける場合の 80% から 90% ぐらいは必ず持っておりますので、iPad であれば打ち込むこともできますし、あとね、手書きでメモすることもできますよね。めちゃめちゃ合ってるなと。で、iPhone とか iPad だと、長文を打つのにはちょっと面倒じゃないですか。やっぱりね、キーボードがないとしんどいですよね。で、そういうメモというか、本格的な文章を打つときですね。そういったときは、こういうふうにですね、ちゃんとしたキーボードで打ち込める Mac で打てばいいですし、あとね、デジタルの強いところはコピペですよ。何かね、ネット上で見つけた写真とか文章、あるいは外を歩いていて撮る写真でもいいですよ。すべてコピペして貼っていけるんですよね。これがめちゃめちゃ強い。そしてさらにね、もう一つメモ術でポイントとなる点があるんですけれども、それはね、閲覧性ですよね。これに書いたメモは、これにアクセスしないと見れないんですよ。当然ね。ですが、iPhone だろうが、iPad だろうが、Mac だろうが、Apple 純正のメモアプリに打ち込めば、どのデバイスからも見ることができるんですよ。これがね、めちゃめちゃ強いですし、このセカンドブレインっていうメソッド、iPhone、iPad、Mac を使っている Apple 信者、Apple のデバイスで固めている人、これにぴったりだなっていうふうに思ったんですよね。ということで、使い始めたわけなんですけれども、そもそもですね、メソッド自体がすごくね、先に触れましたけれども、ハードルが低いわけなんですよ。頭文字ね、4つを取って、パラのルールと言うんですけれども、メモアプリの中に4つフォルダを作るんですよね。で、それぞれプロジェクト、エリア、リソース、アーカイブという名前がつくわけなんですが、これ何かというと、プロジェクトっていうのは、ここに書いているように、短期間、締め切りが決まっているものに関するフォルダです。例えばね、僕の場合だと動画ですよね。何日に公開してほしいという製品レビュー。これをどういうふうにやっていくかっていうようなね、計画、アイデアを放り込んでおくというような場所になりますし、プライベートなことでもね、夏までにやらないといけないとか、秋までにやらないといけないとかありますよね。そういったものをどんどんとね、入れていくフォルダになります。で、逆に、長期間かけて行うもの、これがね、エリアというフォルダですね。長い時間をかけて管理する必要のある責任というふうに書いてますが、例えばですね、僕最近運動不足でちょっと太り気味なので、このね、体重を減らすとか健康管理とかですね、それを一体どうやってやっていくのか、筋トレやっていこうとかですね、仕事の面で言うと、非常に大きな戦略的なものって言ったらいいんですかね。どういうね、基本方針でやっていくのかっていうようなこともね、ここに入るかなと思います。で、リソースっていうのは、とにかくね、自分のその感性に触れた、今現在すぐ何に役立つかわかんないけれども、ちょっとね、将来的にこれ残しておいた方がいいな、面白そうだなっていうような情報ですね。こういったものを詰め込んでおくとこですね。これがリソースです。で、ここまでが残しておくものなんですが、例えばプロジェクトだと、もう終わったよっていうこともあるわけですよね。一つの仕事終わりましたよって。でもこれちょっとね、後々同じような仕事が来るかもしれないし、残しておきたいなっていうようなものもあるわけですよ。そういったものは、ここですよ。アーカイブというフォルダに入れるんですよ。で、こういった非常にね、大枠で分けているんですけれども、もちろんですね、エリアで例えば健康管理しているもので、いや、あと1ヶ月で何キロ痩せるぞっていうような場合は、プロジェクトにそのね、アイデア移してもいいですよね。行き来がね、すごく垣根が低いですし、以前ね、こういったメモ術で続かなかった理由が、仕分け、どの分野に入れたらいいのかがややこしすぎるっていうのがあったんですが、こういうね、言い方悪いですけども、大雑把な分け方でいいと。で、しかも、移動したって別に構わないよっていうようなことであれば、すごくね、やりやすいんですよね。はい。ということでね、もう始めてから2週間ぐらいになるんですけれども、このね、セカンドブレインのデジタルメモ術って言ったらいいかな。これにね、今すごくハマっております。で、ハマって最初に言ったように、これ Apple 純正のメモアプリにぴったりだ。あるいは iPad にぴったりだっていうことを気がついてやり始めたんですけども、本当にね、ぴったりなんですよね。
で、正直にお伝えすると、僕は Apple のね、純正メモアプリ、あまりよくわからずに使っていたんですよ。もう本当にね、忘れないように、これちょっとメモっとこうってなった時にちょこちょこっとこうメモしておいて、で、後でね、何か違うノートに移したりとかして、で、もう忘れてもいいよとなったら、もうどんどん消していってたんですよ。で、その程度のね、使い方しかしていなかったので、今回ね、本格的にちょっとメモアプリ使ってみたら、めちゃめちゃパワーアップしてるっていうことに気がつきました。よくね、このアプリ使ってらっしゃる方にはもうお分かりだと思うんですけれども、こんな機能までできてたのっていうのがね、たくさんあるんですよね。で、もちろん、メモアプリですから、例えばどんどんメモ帳を蓄積していってデータベース化するのはちょっとね、難しいかな。データベース化するのであれば、Notion の方がいいと思うんですが、そういった Notion とかの外部のアプリとの連携、リンクを貼ることもできますし、メモ同士のリンクも貼ることができますし、結構ね、これ使い勝手めちゃくちゃ上がってるんですよね。で、メモアプリ単体だとデータベース化するっていうのはなかなか難しいと思うんですけれども、そのデータベースの入り口、閲覧の小窓みたいな感じで使うことは十分できるなっていうふうに感じております。もうちょっとね、僕自身も使い込んでみないといろんな機能ね、まだまだ分かってないところもあるんですけれども、何ができて何ができないかっていうところも十分ね、把握できていないんですが、このね、メモアプリをね、本格的に使い出すと、これなかなか面白いなっていうふうに今感じております。そういったところもね、いずれ動画にまとめられたらいいかな。あるいはこの Vlog でちょっとずつね、メソッド紹介できたらいいかなというふうに思っています。で、せっかくですので今日は iPad の方のね、小技を一つだけ、もう皆さんご存知だと思うんですが、知らない方のためにね、紹介しておきたいと思います。で、この iPad っていうデバイスが、このセカンドブレインのメソッドで本当にね、生きてくると思うんですよね。で、特にこの iPad mini ですよ。手帳サイズ。これがね、すごくいいんですよね。で、出先でも手に持って入力することができる。もちろん Apple Pencil でもできますし、あとね、キーボード入力もできるわけじゃないですか。そのキーボード入力に関して若干 iPad mini ってね、弱点があるんですよね。iPad ってね、出先でこういうふうに手に持って書いたりすること多いですよね。で、Apple Pencil がある場合は、そうやってね、手書きもできるんですが、キーボードで打ち込みたいとなった時に、こういうキーボードじゃないですか。なかなかね、これは打ちにくいんですよ。で、iPad mini とキーボード相性がいいのは、フローティングキーボードで、さらにですね、フリックの入力ですね。これが抜群にいいと思います。で、そのフローティングキーボードの出し方なんですが、2種類ありまして、まずね、この通常のキーボード、これを縮小してやります。そうすると、フローティングキーボードが出ます。で、これね、逆にこういうふうに広げてやると元のサイズに戻るんですが、あるいはもう一つ、ここですね、キーボードを隠すためのボタン。これを長押ししてやると、こういうふうにメニューが出てきます。で、このまま指を離さずにフローティングの方に持っていって離してやるとフローティングになります。で、このフローティングのキーボードは下のマイナスのバーをずーっとね、動かしてやると好きなところに表示できます。で、今ね、ただ単にアルファベットのキーボードが小さくなっているだけじゃないですか。これをフリック入力にしたいんですよね。この地球儀マークを押していってやると、こういうふうにね、出てきます。で、これで、僕の場合はこの右手の親指なんですが、キーボード、入力ができるわけですよ。で、ちなみにね、さっきのこの地球儀マークですね。これ何回も押すといろいろ変わっていくわけなんですが、これ押してもフリック入力のキーボード出てこないよという方、多分ね、たくさんいらっしゃるんですよ。っていうのは、これデフォルトだと出てこないんですよね。で、そういった方はですね、設定画面の一般キーボードですね。で、さらに上のキーボードを押してやって、ここにですね、日本語、かな入力っていうのが多分ないと思います。で、僕はもうね、追加しているので、この日本語、かな入力っていうのが出てくるんですが、もしね、これが出ていないという方は、新しいキーボードを追加。これを押してやると、この画面にね、日本語、かな入力というのが選択肢として出てくると思いますので、それをね、チェックしてください。はい。ということでね、今回の Vlog、まず初っ端に、このね、最近僕はドハマりしているセカンドブレインという本ね、紹介しておきます。ぜひね、興味のある方はチェックしてみてください。で、また今後もね、引き続きこのメソッド使い込んでみようかなと思っておりますので、新たな発見があり次第、この Vlog でお伝えしていきたいと思います。
今回のね Vlog 最後はこの壁についてです。で前回の Vlog でこれですね、防湿庫の中の LED ライト取り付けましたよというのをお見せしたんですけれども、これからですねこの壁の改装を本格的にやっていこうかなと思っています。でね、この壁なんですが、最近のねうちの動画見てくれた方で気がついた方いらっしゃるでしょうか。この窓の横にね、ほら柱が1本ね増えてるんですよ。気がついた人います？でこの柱なんですけれども、何のために取り付けたかというと、壁をね増設するためなんですよ。この辺りまで何かね物をぶら下げたり収納できる壁にしようということで、柱をね1本増設しました。でここにですね同じようなパンチングボード、有効ボードを取り付けてもいいかなと思ったんですが、ここはですねメッシュパネルにしようかなと今思っています。というのは、これなんですけれども、昔ねうち大型犬ラブラドールを室内で飼ってる時に、リビングからね勝手に出れないようにドアのところにこのメッシュパネルをね立ててたんですよね。でそのラブラドールが3年ぐらい前かな亡くなった後、これ使うことがなくなったので倉庫に入れていたんですけれども、これをですね捨てたらゴミになりますけれども、リサイクルでねここのメッシュパネルとして活用しようかなというふうに思ってます。でよく見ると結構ね錆びてたりするので、あれはホコリも積もっていますから、掃除して、あとねペンキも塗り直そうかなと思ってるんですが、このメッシュパネルをここに取り付けて、で今ここにね棚板がありますけれども、ちょっと長いんですよね。なのでこの出っ張ってる部分は切って柱と揃えて、でこのパネルがですね高さが60センチほどになりますので、下の方開くんですよね。で開いたところにはこれですね、細々としたものを今こういうですね、これ無印の化粧ボックスって言ったらいいんですかね、こういったものにラベリングして入れているんですが、これをこのメッシュパネルの下に置いて、でメッシュパネルの部分にはこれですよ、うちリュック屋さんみたいにだんだんなってきて、リュックが大量にここにあるんですよね。で常時使うものが3つから4つぐらいまでだと思いますので、それをねここに並べていこうかなというふうに思っています。でそういうふうにね計画していくと、だんだんとねまた欲が出てきて、いろいろねこちらの壁も手直ししたくなってきたんですよね。で何がやりたくなってきたかというと、まずですねこの壁自体ちょっとね塗りムラがあるわけなんですよ。もうちょっと光沢のある白にしたいなということで、これペンキ塗り直しをしようかなって今考えています。でそれからね、さっきちょっと言ったこの棚ですね、これ防湿庫を置くためにこのね化粧板既製品の棚板を購入したんですけれども、やっぱりねこれ綺麗なんですよ。で対してこの壁を最初に作った時にもう急ぎでですね間に合わせでこれ取り付けた板なんですが、これやっぱり変えようかなと思っていまして、で化粧板の既製品の90センチの幅のものを取り付けようというふうに考えています。ただしこのね、これなんていうんですかね、レールって言ったらいいんですかね、ここから支えの部分が出てるじゃないですか。このレールの幅がめちゃめちゃ微妙で、88センチか89センチぐらいなんですよ。で棚板ってね既製品はもう90センチのものしかないので、そのまま乗せるとすごくねなんか怖いわけですよ、ギリギリで。ということでこのレール自体もちょっとだけまだほら余裕があるんですよ。これね2センチぐらいは左に寄せれるので、2センチぐらい寄せて90センチの既製品の白い綺麗なね棚を購入してここに置いて、でその前にパンチングボード自体をちょっとね綺麗めのペンキで塗り直そうかなというような、いろいろと欲が出てきております。で何をねいつまでにやるかとか全然計画は立てていないんですけれども、この Vlog の中でねその経過をお伝えしていこうかなというふうに思っております。